日本史北条氏の女性たちのその後。北条義時の死後、残された北条氏の女性たちはどのような人生を歩んだのだろうか。詳しく見ていこう。北条義時が逝去すると、妻の伊賀の方は兄の伊賀光宗や三浦義村と娘婿の一条実政を将軍に、義時との間に生まれた北条政村を執権にしようと画策したと言われている。伊賀の方は義時を毒殺したとも言われるが、真偽のほどは謎のままである。この伊賀氏の変と呼ばれる事件は、北条政子が首謀者の一人三浦義村を膝詰めで説得して未遂に終わっている。伊賀の方は伊豆へ、兄の光宗は信濃へ配流された。そして数ヶ月後に伊賀の方は危篤に陥り、配流先の伊豆で逝去している。ところがこの事件の不可解な点は、事件の翌年に政子が死去すると、伊賀光宗をはじめほとんどの伊賀氏の関係者が元の幕府の役職に復帰しているのである。執権の北条泰時が復帰させていることから、北条政子が自分の地位を脅かす伊賀の方を排斥するために仕組んだ罠である可能性が高い。北条政子は北条泰時が執権となって鎌倉幕府が安定したのを見届けると、1225年嘉禄元年7月、69歳で死去している。泰時が中心となって執り行われた葬儀と会期法要は壮大で、鎌倉の住民を驚かせたという。政子が亡くなった後も、妹の三井、阿波局は将軍九条頼経の御所に勤めていたが、政子の死から2年後に逝去している。阿波局は青年不詳だが、享年は60歳の頃だと思われる。執権の泰時は叔母である阿波局の死去に際しても、慣例にのっとって30日間の喪に服している。一方、北条政子と義時に夫の時政と鎌倉を追放され、伊豆へ幽閉された牧の方は、その後は時政と離れ、京都に戻っている。牧氏の変で婿の平賀朝雅が誅殺されると、牧の方の娘は次に公家の藤原国道と再婚する。牧の方は京都の国道邸に移り住んで優雅に過ごしたようである。1227年嘉禄3年、牧の方は北条時政の13回忌法要を国道邸で盛大に行った。法要を得ると、一族を引き連れて派手な寺院参拝巡りをしたため、藤原定家は日記「明月記」で牧の方の行動を批判している。その後の牧の方の消息は伝えられてはいないが、自由奔放に過ごしたに違いない。北条泰時と離婚した三浦義村の娘矢部の尼は、その後に佐原守綱と再婚すると3人の男子を出産している。夫の守綱が死去すると、矢部の尼は繊細の子供と合わせて6人の男の子を育てるために苦労する。矢部の尼が急亡していることを耳にした執権泰時は経済的に援助している。1247年宝治元年、北条氏と三浦氏が対立した宝治合戦が始まると、矢部の尼は迷うことなく息子たち全員に北条氏につくように指示したため、6人はすべて北条氏側で戦っている。この合戦で
本家の三浦氏は滅亡するが、矢部の天の子の森時が三浦氏を継承している。二代将軍頼家の娘竹御所は北条政子に養育されたが、源実朝が暗殺され政子が死去すると、九条頼経が四代将軍に就任する。竹御所は源頼朝の血統を絶やさないために29歳で13歳の九条頼経と結婚している。数年後に竹御所は頼経の子供を解任するが、難産のために母子ともに死去している。義時と姫の前に生まれた武殿は大江広元の長男親広と結婚する。ところが承久の乱で夫親広は朝廷側について敗れ逃亡したために、武殿は離婚している。武殿は公家の土帝貞道と再婚し、3人の男の子を設けたが、その後の消息は分かっていない。ところで北条政子の姉妹の北条時子は有力御家人の足利義兼と結婚して嫡男義氏を出産している。そして義氏から数えて5代目の足利尊氏が北条氏を倒して室町幕府を開き、北条氏の血筋を引き継いでいくのである。